こんにちは、川勝の健です。トリッカーズ、最近全然磨いてないで放置してたこのボロボロになりかけのトリッカーズを久しぶりに本気で磨いて蘇らせたいと思います。このトリッカーズはですね、結構雨の日とかにもよく履いててかなり酷使してます。そのおかげでね、こうやってなんか黒ずみとか結構傷とかもたくさんついてるんですけど、もともとカントリーブーツなので全然ね、その傷とかも受け入れてくれるような靴なんですよ。なんですが、ちょっとさすがに今の状態だとなんか革もちょっとカサカサな感じだし、あまり光沢感もなくてちょっとみすぼらしい感じなので、今回アッパーもソールも本気で磨いて蘇らせたいと思います。まずはですね、靴ひも抜いていきます。この靴ひも結構やれてるんですけど、まだ使えるので使います。一旦抜きます。ここに出力を入れておきます。で、全体をきれいにするので、ちょっと一旦ね、ソールを拭いときます。濡れた雑巾で拭くとこんな感じで汚れがつきますね。そしたらまずはですね、このクリーナーでガツンと汚れを落としていきます。では早速クリームを入れていくんですけど、まずこのラナパーレザートリートメント、こんな感じでかなりオイル強めのクリームなんですけど、塗っていきます。かなり長い間磨いてなかったので、このオイル強めのクリームで一気にオイルを入れておきます。結構皮の中にグイグイ押し込むような感じで圧力強めで塗っていきます。はい、こんな感じでオイルが塗れました。もうすでに結構いい感じになってますね。にやけますね、これは。で、今ちょっとテカテカしてるんですけど、これオイルがね、表面に乗ってる状態です。少しね、皮に染み込むのに時間かかるので、それを待つ間にこっちのソールの方の作業をやっていきます。さっき拭いたソール面のケアですね。このタピールのレザーソールオイルを使っていきます。このソールオイルはちょっと布に取ってソール面に塗り込んでいきます。一応このソールの皮の柔軟性と耐久性を高めるという役割があります。このかかとはやる必要ないですね。こっちのソール面の特にこの曲がるあたり、地面と接するあたりはよくやっておく必要があると思います。こんな感じですね。次はこのコバいきます。靴磨きでもね、こうやって紙やすり当ててコバのけばつきを抑えたりするんですが、僕は一応靴職人ということで、さらに上のレベルでやっていきたいと思います。トリッカーズってダブルソールなんですけど、結構ね、履いてるとソールが体重で潰れて少しねずれてきて、こんな感じでウェルトとミッドソールとアウトソールのところにちょっとね段差ができたりするんですよね。もともとこのコバって地面に対して垂直だったんですけど、少しアウトソール側に膨らむような感じで変形してます。これね、そのままでも全然問題ないんですけど、今回はがっつりきれいにしていきたいと思います。まずはこのはみ出てる部分を包丁で少しだけカットしていきます。この時にウェルトの幅まで切っちゃうとオールソールできる回数が減っちゃうので、ウェルトは触らずに下の飛び出てるソールだけ少しだけ切っていきます。こんな感じではみ出てたソールは切り落としました。こうやって横から見るとズレは解消されているのが分かります。次はヤスリで削っていきます。
積み上げ部分もこっちのコバほどじゃないんですけど少しずれてるんで、ヤスリで平らにしていきます。こんな感じでコバ全体が白っぽくなりました。次はこのガラス片使ってコバを整えていきます。水をつけます。皮は水に濡らすと柔らかくなるので、こういう形を作るとき、削る作業みたいなときは水をつけてあげるときれいに削れますね。じゃあガラスで削っていきます。ガラスをカンナ代わりにしてこう表面を薄く削っていくんですね。釣りで削った状態だとこんな感じでケバケバしてて平面が甘い印象なんですけど、ガラスで削るとこんな感じでケバケバが取れて、こう皮がね締まるというか綺麗な面で削れるような感じです。結構ねこのガラスで削るの気持ちいいんですよ。なんであんまり調子に乗ってやりすぎないように注意です。こんな感じでケバケバが抑えられて少し光沢感が出てきました。ここでサンドペーパーです。これ120番。これをガラスと同じように全体にかけていきます。一回またこんな感じで白くなります。さらに240番に番手を上げます。ヤスリ書きまで終わりました。かなりねこれだけ光沢出るんですよね。で元々と比べるとこんな感じです。やった方とやってない方。こんな感じで結構ね歪んだりボコボコしてたコバが綺麗に整って均一な光沢が出た感じです。コバにインクを塗っていきます。これイギリス製のインクで多分トリッカーズでもね同じような感じのインク使ってるんで元の雰囲気にかなり近づきます。そしたらこれをちょっと布でこすって磨いていきます。こんな感じでだいぶいい感じになってきました。で次はこのコバ用のローです。これをコバにこすりつけてローを塗っていきます。そしたらこのコテを使います。このコテを温めます。この温めたコテで今コバに塗ったローを溶かしてなじませていきます。これコテなくても布でこするだけで結構コバのローはツヤが出ます。布で磨きます。
次はこれです。これね、かかと車といってかかとにこのギザギザ模様をつけるんですけど、もともとついてました。なんですけど、ヤスリで削ったりしてたらなくなっちゃったので、これもう一回つけ直します。こんな感じでかかと車ギザギザが入りました。これでやっとコバが終わったので、オイル塗っといたアッパーやっていきます。コバ先やるべきでしたね。若干アッパーがほこりかぶっちゃってるんで払っていきます。このブートブラックのチェスナットですね。この靴の色にかなり近いクリーム塗っていきます。トリッカーズの靴の色名としてはマロンです。少しブラシに取って薄く塗っていきます。このアッパーの際のところはこのブラシの毛並みがしっかり入るように塗っていきます。ブラッシングします。この靴ね、クリーム塗ってブラッシングするとめっちゃ輝くんですよね。こんな感じになりました。いやー渋い。で、この靴カントリーブーツなんでそんなにビカビカするのも似合わないのかもしれないですけど、ちょっとせっかくなんで最後つま先ワックスかけて磨いていきます。指に取ってつま先に塗っていきます。ハイシャインしていきます。ソールにもワックスを塗っておきます。全体を水をつけたネイル生地で磨きます。はい、こんな感じで磨き終わったので、最後に靴ひも戻すんですけど、この靴ひものね、先端、こんな感じでプラスチックのセルが割れて、こちらなくなっちゃってますね。これ紐の先端ボサボサになってます。先っちょにこの金属のセルをつけます。この専用のペンチでこんな感じで金属セルがつきました。先端のボサボサはカットします。こんな感じで先端に金属がついてボサボサもなくなって見た目が引き締まりました。はい、トリッカーズ磨き終わりました。いや、めちゃめちゃ印象変わりました。傷はね、もちろんたくさんあるんですけど、やっぱその傷がある上でこう磨き込まれている靴っていうのは革靴ならではの迫力が出てますね。こんな感じに仕上がりました。ブーツっていうのはこのね、シャフト部分、ここの革のこのうねるような感じがすごいかっこいいんですよね。光沢が出るとよりこの辺のうねりの陰影がついていい雰囲気ですね。で、何気にやっぱり重要なのがこのコバですね。このコバっていうのはパッと見靴の中ではそんなに面積多くないんですけど、このコバがしっかりしてるかどうかでだいぶ靴の全体の印象が変わってきます。今回はこんな感じでコバまでしっかり形を整えて磨いてみました。実際トリッカーズの靴っていうのはハンドメイドじゃないので、この動画でやったようなコバの作り方はしてないんですけど、
僕が普段作ってる靴はこの靴でやったように包丁で切ってヤスリで削ってガラスで削ってっていう感じで仕上げていきます。アッパーって結構こううねるような感じで光沢感が出るんですけど、コバは逆に直線的というかビシッという光沢感が出るので、靴の印象を一番下から支えるみたいな、そんな感じがあります。でアッパーはですね、こんな感じでだいぶこう黒ずみの傷、これ多分擦り傷ですね。こういうところとかこの辺もなんか引っかき傷みたいなのもあったりして、多分何も磨かなかったら本当にただのボロ靴なんですけど、こうやって磨くと蘇ってくれる、むしろこう経年変化の味っていうのがどんどん出てくるので、やっぱり革靴は面白いですね。今回の動画で結構ね、靴作りで使うような専門的な道具も使ったんで、誰でも簡単にできるというわけではないんですけど、もし興味のある方いたら、例えばヤスリを普段より少し強めにかけてみるとか、コバ用のローを買って塗ってみるとか、そういうちょっとした普段の靴磨きプラスアルファみたいなことをやってみると面白いかもしれません。ただ何事もやりすぎは注意なので、ほどほどに。ということで本日の革靴の